こんにちは、みすずです。今日は炭を加えた真っ黒いパン。いつものパンを少しだけギルトフリーにする炭パンのレーズンパンをご紹介します。皆さんは炭ダイエットとかチャコールダイエットっていう言葉を聞いたことはありますか？チャコールダイエットとは炭を摂取して腸内の老廃物、食品添加物とか化学物質とかを吸着して炭が排出してくれるっていう効果を期待して、それによって腸内環境を整えていこうっていうダイエット方法になります。サプリメントとかコーヒーに入れたりとか、あとご飯に混ぜて炊いたりとか、スムージーやプロテインに混ぜたりとか、人によって摂取の仕方はいろいろなんですけれども、今回はその炭をいつもの小麦粉の食パンに加えていくっていう形になります。私の過去動画ではレーズンのない炭食パンとその炭食パンを使った炭パンサンドイッチっていう動画を過去出しているので、概要欄にリンク貼っておきますね。また詳しいレシピはブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。また罪悪感のないパンっていうと、ふすまパンとかおからパンとか想像される方もいらっしゃると思うんですけれども、これらは小麦粉の風味とはやっぱりどうしても異なるので、人によっては満足感が低い小麦粉のふんわりしたパンが食べたいのになんだかちょっと違うわっていう食感になりがちですよね。なので小麦粉のパンを食べたい時の罪悪感をちょっと減らす工夫の一つとして、今日は炭を加えたパンをご紹介していきますね。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。材料はこちら。まず今回国産強力粉を使っていきますが、海外産の強力粉でも同じ分量で大丈夫です。使うお粉によって膨らみ方とか味とか焼き上がりの色とか若干異なってきます。炭パウダーは上鍋ブラックっていう製品を使っています。メーカーによって粒の大きさとか風味とか若干異なってくるかとは思います。また 1g から 3g の間で様子見てお好きな分量で加えてあげてください。炭が多い方が生地がちょっと硬くなります。水分が少なくなります。今回は酵母の餌として蜂蜜を加えて発酵しやすく促していきますが、どうしてもお砂糖を加えるの嫌っていう方は蜂蜜なしにしてもらっても大丈夫です。ただかなり焼き上がりの膨らみ方が小さくなるのでお気をつけください。また酵母は天然酵母のドライのものを使用していきますが、インスタントドライイーストでも OK です。その場合は小さじ1杯加えていきます。またお水を使いますが、水の代わりに牛乳や豆乳でもいいですし、 100% の野菜ジュースとかぶどうジュースとかでも作れますし、仕込み水は結構お好きなものでアレンジできるので、好きなパンを作ってあげてください。炭酸水でも作れます。また無塩バターは代わりにオリーブオイルでもココナッツオイルでも油脂だったら何でも OK です。また、最後ドライレーズンですね。こちらは粉の半量が限界の分量になるので、今回は限界まで 140g ぎっしり詰め込んでいきますが、量はもっと減らしてもらっても大丈夫です。 60g ぐらいから 140g ぐらいまでの間でお好みの量を加えてあげてください。またその他のドライフルーツやナッツを加えてもいいですよ。今日の流れ3ステップですね。まず材料を計量。今回はホームベーカリーでこねていくので、計量したらもうあとはほぼほったらかしです。そしてレーズンを混ぜ込む。機械に任せるとどうしても混ぜ方が均一じゃなかったり、レーズンをブチブチ潰してしまったりするので、私は手で混ぜるのが好きです。あとは焼きまでホームベーカリーにお任せっていう形になります。手ごねが好きな方は手ごねでも大丈夫ですよ。では作っていきましょう。といっても計量するだけなんですけどね。まずホームベーカリーですが、ちょっと我が家はかなり古い機種のパナソニックのホームベーカリーを使っています。パンケースを取り出してはかりの上にセットしてメモリを0に合わせます。で、あとははかりのメモリを見ながら計量していきます。使用するはかりは 2kg まで測れるものが使いやすいですよ。1kg までだと途中で重量オーバーになることもあります。国産強力粉 280g。その中に炭パウダーを今回は 3g 入れてます。1g から 3g で様子見て加えてあげてください。蜂蜜 5g と無塩バター、そしてお水を加えていきます。水の代わりに炭酸水でもいいですし、牛乳、豆乳などでもいいですよ。はい、こちらをホームベーカリーにセットしていきましょう。ドライイーストなんですが、イースト投入口がある機種の場合はそこに加えましょう。パナソニックのホームベーカリーは全てイースト投入口が作られています。ない場合は粉の中央をくぼませてそこに入れます。また今回のように小玉酵母を使う場合は溶けにくいので、酵
イースト投入口ではなくパンケースの中に直接水の中に入れてあげた方が最後まで粒々が残らずにきれいに溶けますよ。酵母の公式サイトでは分量の水を少し取ってそこに酵母を加えて溶かしてしばらく置いてそれから加えるという方法で説明されているのでお好きな方法でどうぞ。イーストコースの早焼きメニューレーズンあり焼き色は淡いでスタートさせます。動き始めたら中を確認してあげてください。この状態はまだこねが始まって間もないので全体がバラバラですよね。これが均一にまとまってきたらちょっと生地を触ってみて硬そうだったらお水を追加してあげます。ちょっと硬いのでここで追加しました。先ほど説明した 190g が追加した分も合わせた分量でお伝えしています。生地が OK だったら次はレーズンを湯通ししていきます。適当に沸かしたお湯の中にレーズンを加えてさっと湯通しして取り出します。ラムレーズンにする場合はここで水気を拭いてからラム酒に漬け込んでください。今回はこのまま使用していきます。厚手のペーパー2枚重ねた中に湯通ししたドライレーズンを入れて水気をしっかりと拭き取っておきます。ざるにあげただけだとどうしてもビタビタしがちでそれを生地に加えてしまうと生地がベトベトになりがちなので厚手のペーパーでしっかりと水気を拭いておいてあげるといいですよ。ミックスコールが鳴ったら生地を取り出します。ミックスコールは具材を混ぜてくださいよっていうお知らせのブザーですね。こちらが鳴ったら取り出します。生地をこねていた羽がくっついているのでもうこれは使わないので外しておきます。動画ではボウルに出していますがまな板でも作業台の上でもこね台の上でも何でも OK です。生地を取り出したらちょっと広げてもらって先ほど水気を拭き取ったレーズンを加えます。あとは手でくるくるとまとめてもらってもみもみと混ぜ込んでいきます。この生地は炭が入っているのでやっぱりどうしても炭なしの生地に比べるとちょっとキュッと締まった生地になるんですね。なので結構混ぜやすいですよ。手にくっついて大変なことになるとかいうこともなく扱いやすい生地です。もみもみして破れてレーズンがちょっと出てきたらその部分を中にしてまたもみもみしてっていう感じで繰り返して全体にレーズンを行き渡らせてあげます。混ぜてる時に下に落っこしても全然気にしないで大丈夫です。ペタペタと生地にくっつけて中にどんどん埋め込んであげましょう。こんな感じでねレーズンが 140g って結構いっぱいなので混ぜてるとどうしてもボロボロこぼれがちですがくるくるしてもらえば入っていくので気にせずに混ぜていってあげてください。均一に混ざったところで羽を外したパンケースに入れます。生地が発酵する時のガスをしっかりと中に溜め込んでもらいたいので巻き終わり閉じ目を下にして入れてあげてください。この状態でホームベーカリーに戻したいのですがもうすでに次の練りが始まってるのでちょっと待ってましょう。練りが止まって静かになったところで戻してあげます。あとは発酵させて焼きに入って出来上がりという形になります。あとは待ってるだけで大丈夫です。ということで終了音が鳴ったら取り出しましょう。こんな感じで出来上がりました。ふっくら膨らんでます。やけどに気をつけて取り出してくださいね。特にパンケースかなり熱いです。注意してください。スポッと取り出してもらって焼き上がりはこんな感じでねパンなのか湯葉なのかちょっとわからないような真っ黒いパンが出来上がりました。焼きたて食べてもらってもいいのですが私は焼きたては切りにくいのでいつも一晩寝かせてから食べるようにしてます。その場合は粗熱が取れたらこんな感じでビニール袋に入れて乾燥しないように保存してあげましょう。これが翌日です。クーラーの跡がついてちょっとうずうずができちゃってますけれどもこんな感じで焼き上がりました。ではカットしていきます。プレーンの炭パンに加えてこのレーズン入りの炭パンは本当に食べやすいですよ。プレーンが食べにくいわけではないんですけれどもレーズンが入っていることによってさらに普通のパンに近くなる感じです。すごく食べやすいパンです。ちょっとだけ周りが乾燥しやすいちょっと角張った食感がちょっとだけするかなっていう感じですけれどもあとはほとんど普通のパンと変わらない感じです。
レーズンが 140g も入っているので、断面にレーズンがたっぷりでぎっしりとした仕上がりですよ。こんな感じでカットできました。ところどころ穴が開いているのは私の混ぜ方が悪いだけです。綺麗に混ぜてもらえば穴が開かずに焼き上がりますよ。こんな感じで出来上がりました。今日はもうこのまま器に盛っていきますね。私はレーズンパンはバタートーストにしたり、あと卵サンドにしたりするのが好きです。ということで、バターといちご、ヨーグルト、ゆで卵を添えています。これで完成です。最後まで見てくださりありがとうございました。今日はいつものパンを少しだけギルトフリーにするデトックス効果が高いとされる炭を使った炭パンのレーズンパンをご紹介しました。炭パウダーはパンに加える以外にもお水やプロテインや、スムージー、あとコーヒーなどに加えて飲んだりすることもできますよ。またレーズンがない炭パンはちょっとモキュモキュっとした食感になって、それも個人的には好きなんですが、ちょっとだけ炭の風味が強くなるので、レーズンが入った方がいろんな方が小さいお子さんでも食べやすいパンに仕上がります。また詳しいレシピはブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。